皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は日本語で理由を話すときのコツについてお話ししたいと思います。皆さん、何か理由を話すとき気をつけていることはありますか？私は英語で理由を説明するとき気をつけていることがあります。それは理由じゃなくて事実から先に話すということです。なぜなら日本語は事実じゃなくて理由から話すことが一般的だからです。その結果、日本語をそのまま英語にすると少し違和感があると思うからです。では、具体的な文章を考えてみましょう。一つ目、風邪をひいたので学校を休みました。二つ目、遅い時間に寝たから眠い。三つ目、遅れてごめんなさい。どうですか？英語で話すと理由よりも休んだとか眠いとか事実について先に話すことが多いですよね。こんな感じで日本語では理由を話した後にその結果起きたことや伝えたいことを話すことが一般的です。もちろんすべてがそうではありません。例えば論文を書いたりプレゼンテーションをするときなど結論から話すことが多いです。そのようにしましょうと教えられるからです。つまり、順番を意識しないと、ついつい理由から話してしまうのです。私も皆さんに何かお伝えするときは、伝えたいことを最初にお話しするように気をつけています。なので、このコンテンツでは理由から話すことは少ないと思います。でも、通常の会話では理由から話すことが多いです。ちなみに、この話し方になった原因は文化にあるそうです。日本はハイコンテクスト文化という言わなくても伝わる文化を持っています。反対に英語がよく話されるアメリカやイギリスはローコンテクスト文化を持っている国になるそうです。ちなみに、ハイコンテクスト文化は同じような考え方や情報を持っている人が集まっている社会で見られる文化だそうです。詳しいお話は近いうちに別のコンテンツでしようと思うので少しお待ちください。では、もう一度先ほど話した文章を思い出してみましょう。風邪をひいたので学校を休みましたという文章では、風邪をひいたのでというフレーズだけで何かいつも通りできなかったということを自然と想像します。眠そうにしている人が遅い時間に寝たから
と言えば、聞いている人は、ああ、この人は眠いんだな、と想像するか、もしくは寝坊したのかな、などと想像します。このように、理由の文章の中にある行動などから、その後に続くことを想像するのです。これは、言いづらいことを伝えるときにも、とても役に立ちます。私が日本語を教えるときに使っている教科書には、お誘いを断るときに、ちょっとというフレーズが書いてあります。これも日本がハイコンテクスト文化を持っているので使えるフレーズなのです。ちょっというだけで何か理由があっていけないということが相手に伝わるので、いけないという言いづらいことを言わなくて済みます。そして、ほとんどの場合、相手が、じゃあ他の日にしようかなどと新しい提案をしてくれるのです。このように日本人は言わなくても伝わると思ってコミュニケーションをしているので、大事な事実を後回しにして理由を先に話すのです。さらには事実を言わずに理由だけを話すこともあります。ただ、それは言いづらいことだったり、相手が分かっていると思って言っていないだけなのです。なので、もし相手の言いたいことが分かりにくいときは、こういうことですかと聞いてみてください。そして皆さんもぜひ日本語で理由を話すときは理由から話すことに挑戦してみてください。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では、次のエピソードでお会いしましょう。またね